皆さん、こんにちは。中学校1年生の皆さんが受験する令和10年度入試から大阪府の公立高校入試が変わります。この動画ではエンパワーメントスクール、ステップスクールの入試について説明します。高校は学ぶ時間帯や学び方、学ぶ内容によって様々なタイプの学校があります。まずはエンパワーメントスクール、ステップスクールがどんな学校か見てみましょう。まずは学ぶ時間帯や学ぶ内容です。エンパワーメントスクール、ステップスクールは中学校と同じ昼間の時間帯で学び、3年で卒業する全日制の課程の学校です。高校では中学校までの学習をより専門的に深く学んだり、様々な分野を広く学んだりするため、学科があります。エンパワーメントスクール、ステップスクールは様々な科目から自分の興味関心や進路希望に合わせた授業を選択して学ぶ総合学科になります。また、大阪府の公立高校には様々なタイプの学校がありますが、それぞれの高校がどんな学校なのか、何を大事にし、どんなことを目指しているのかをスクールミッションとして定めています。そして、そのスクールミッションをもとに、こんな力をつけて卒業してほしい。そのためにはこんな学びをしてほしい。そんなうちの高校にはこんな生徒に来てほしい。という学校の方針、スクールポリシーを定めています。皆さんには、こんな勉強がしたいな、こんな高校生活を送りたいな、将来こんな大人になりたいな、というイメージはありますか？今はまだわからなくても、これからそんな思いが出てくると思います。皆さんが高校を選ぶときには、スクールポリシーにある高校が大切にしたいことと、皆さんが大事にしたいことがしっかりと合うように選択してほしいと思っています。公立高校それぞれのアドミッションポリシーは、大阪府教育委員会のページや学校検索サイトエラボから見ることができますので、ぜひ調べてみてください。それでは、エンパワーメントスクールを具体的に見てみましょう。エンパワーメントスクールは、勉強が苦手だな、高校での勉強が心配だな、と思っている人であっても、勉強がわかるって面白い、もっと勉強したい、と思えるような授業を行い、高校卒業後の社会で自分で考えて行動したり、生活したりするために、必要な力を身につけることを大事にしている学校です。基礎からしっかり学びたい人には、社会で活躍する力を身につける授業を、自分のペースで学びたい人には、勉強って面白いを体感する授業を、将来の目標を見つけたい人には、進路に応じた学習内容と資格取得で進学・就職に対応し、相談しやすい環境で学びたい人には、専門の先生による相談体制を整備しています。意欲のある生徒を待っています。これから勉強を頑張りたい、社会に出て活躍したい、自分の得意を見つけたい人は、ぜひエンパワーメントスクールに来てください。続いて、ステップスクールです。ステップスクールは、例えば、勉強が年々わからなくなってきた、大人数の中で勉強することが不安、学校に行くことが苦手、など、中学校までの学校生活で困りやつまずきの経験がある人にとっても、学びやすく安心した高校生活を送ることができる学校づくりを目指しています。具体的には、1クラス30名程度の少人数クラスでの学校生活や、スクールカウンセラーといつでも相談できる環境など、充実した学習環境を準備しています。
さらに地域を知り、地域を学ぶ取り組みの一環として、その学校ならではの体験型学習を準備しています。例えば、西成高校では、地元産業や特色を生かした工芸での靴作りや、家庭科でのホルモン料理の授業、また、三崎高校では、自然豊かな地域特性を生かしたマリン実習や、地域の山の植樹や清掃活動などの授業を受けることができます。ステップスクールでは、自分らしく学べる環境で勉強したい、友人とうまく関係を築きたい、様々な体験を通じて自分の将来を考えたい、などの思いを応援します。次に、エンパワーメントスクール、ステップスクールの入試について具体的に見てみましょう。エンパワーメントスクール、ステップスクールは3月に試験を行います。エンパワーメントスクールでは学びたい意欲を重視した入試を行います。面接を行い、受験する教科は国語、数学、英語の3教科です。合格者を決める方法は、まずステップ1として、面接とエントリーシートの内容から高校が求める生徒像に合う人を募集人数の半分まで合格にします。エントリーシートは自分の高校生活への思いなどを書くもので、出願時に提出してもらいます。次にステップ2として、総合点順に残り半分の合格者を決めます。ここで総合点について少し詳しく見てみましょう。総合点は国語、数学、英語の試験の成績と中学校での学びの評価である調査書評定を組み合わせて計算します。国語、数学、英語の試験はA、B、C の3種類の問題のうち、高校が決めた問題を解きます。A、B、C の問題の種類は、A は基礎的問題と共通問題、B は標準的問題と共通問題、C は発展的問題と共通問題というように出題されます。また、調査書評定とは、中学校3年間で学んだ各学年、各教科の学習の評価を5段階で表したものです。評価は中学校1年生、2年生に比べて3年生を重視して1対1対3の割合となるよう計算します。続いてステップスクールです。ステップスクールは学びたい意欲と得意を生かす入試を実施します。エンパワーメントスクールと同じように面接を実施し、受験教科は3教科です。面接は対面による面接か、作文のように文章で書く筆頭による面接かのどちらかを選択できます。調査書評定はエンパワーメントスクールと同じように中学校3年生の評価を重視しますが、得意な教科をさらに高く評価するために、評定の高い3教科は2倍にして計算します。面接で意欲を評価し、当日のテストと調査書で学びに関する評価をしますが、意欲に関する評価を重視して、意欲に関する評価と学びに関する評価が2対1の割合となるように組み合わせてグループに分け、評価の高いグループから合格者を決定します。なお、ステップスクールではエントリーシートの提出はありません。ここまでエンパワーメントスクールとステップスクールの入試について説明しました。他の高校の入試の方法については別の動画で説明しています。ぜひ他の動画も見てください。